はい、大志座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は11月20日の新月から12月5日の満月まで、この2週間の流れを星の解説とともにタロットリーディングしてみたいと思います。よろしくお願いします。いきますね。そして11月20日からカペラノートの、PDF 版が発売になりました。もし紙版じゃなくてね、なんかiPad で書きたいなとか、見るだけしたいなという方は PDF ご検討いただければ嬉しいです。そしてすでにご注文いただいた方はありがとうございます。そろそろ届く頃かもしれませんが、遅くても11月末までにはご予約分発送いたしますので少々お待ちください。では、いきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップのページ逆、運命の輪の逆、カップクイーン逆、そしてペンタクルスの2逆、ジャスティス、そしてカップの5、ソード6、気をつけることや対策が、ソード7の逆と、ソード10の逆、そしてオラクルは、じゃん。カップエースの逆ですね。なるほど。はい。星の補足説明なんですが、大志田さんは本当に前回出したその11月20日から関係性がね、本質的に変わっていくよっていう全体に向けた動画がそのまんま当てはまると思ってくださってもいいと思います。特にその大志田さんにとってはその7ハウスという対人関係のところで今回の新月が起こるので、これまでの関係性がより深くなるっていうか、より相手を理解できるようになるし、その関係性の表面的なことだけじゃなくてね、深い関係性の安心感とか喜びとか意味っていうのもご自身の中で理解できるようになるんじゃないでしょうか。そしてこれからつながっていきたいと思う方がいらっしゃる方は、本当に相手を理解するとか、それにはもちろん本当の自分を理解いないとダメなんですけど、本当の自分自身を認めて、なんていうかな、デコボコしたものがカチッと重なるっていうものではなく、深いところにある自分と相手の深いところにあるものが融合して溶け合うみたいな感じのイメージなんです。なんとなく伝わりますでしょうか。なので、そういう感覚が大志田さんの中にも湧いてくるでしょうし、より一層感覚が洗練されて、すごく敏感になるかもしれませんね。なので、十二星座共通のところでも言ったように、ぜひ美しいものとか心地いいものに触れて、自分の波動を整えておいてくださいね。で、カードで見たときに、やっぱりすごく、感覚が、優れています。もう本当に喜びはどこまでも喜びが広がるし、嬉しいし、溢れてくる。要するに何か、有限ではなくて無限の感覚ですね。自分から湧いてくる無限のものがっていう感覚があるんです。でもそれがまだ今はほんの少ししか信じられないみたいな感じがあって、ここでやっぱカップのページっていうカードが出てるんですけど、これはまあ普通に何か思いつくとか、何か始めたくなるとかあるんですけど、今私が感じているのは、大下さんの中にかすかな可能性というものがなんか芽生えつつあるんじゃないかなと思うんですね。で、それが特に他者と話をしながらとか、いろんな情報を聞きながらとか、他の人に感化されながら、自分もそういうのやってみたいなとか、自分はそういうの嫌だなっていうのももちろんそうですし、自分もそれできるかもとか、なんかそんな感じで、かすかに自分の中から湧いてきてる何かの可能性っていうものがあって、で、それってものすごい本当はもう無限の可能性につながっていくわずかな小さな雫なんですけど、これが大河につながっていくみたいな感じなんですけど、でも自分ではまだそれがほんの雫だしな、みたいな感じで、ちょっと自分のことをそこまで信じられてないみたいな感じがあったので、いやいや信じてくださいみたいな感じがありますね。そして、なんとなくですけど、これまでも何度か自分に与えられたチャンスがあり、その度になんか、そうだなと思ってみたり、でもちょっと引っ込んでみたり、でもそうかなと思ってみたり、出たり入ったりする感覚が
あったと思うんですけど、それが当然なんですよみたいなメッセージなんです。そのやりかけたのにやめたとか、うまくいきかけたのにダメだったとか、なんかそういったことをなんか自分で責めがちですけれども、物事っていうのは陰陽でこう出たり入ったりしながら進んだり引っ込んだりしながら、でも進んでるんですよとか、でも経過していってるんですよみたいな感じがあって、それがうまく今はバランスが取れてる気がするんです。例えばパートナーシップとか人間関係に関しても、うまくいく時もあれば、喧嘩する時もあるみたいな。でもそうやりながら、結局関係性って続いてるし、それが深い関係だよねみたいな、そういう統合が行われてるんじゃないかって感じがします。なので、いいことだけを追い求めるところではなく、相手の深いところも理解したり、物事の裏側も理解したりしながら、その今の自分の人生とか、自分自身っていうものを、なんか深く理解して進んでるのかなっていう感じがしたんですね。ここでやっぱりペンタクスの2が出たり、そしてその後もジャスティスっていうカードが出てるので、例えば生活にしても、家での生活と仕事場でのなんか自分が違うとか、例えばこの人と関わるときはこういう自分、でもこっちの人と関わるときはこういう自分みたいな、違う自分っていうものを見ていたりとか、で、どっちかが正解でどっちかが違うって思ってたけど、どっちも自分だったみたいな感じとか、なんかその違うものをきちんと融合させる力が今、お医者さんには備わってる、もともと備わってるんですけど、それが今強くなってる。それをご自身でも自覚できるんじゃないかなと思います。で、そして、なんかね、こう、特に占いとかであんまりいいこと言い過ぎると、全然良くなかったじゃないみたいなのってあると思うんですけど、決して、なんか都合のいいことだけが起こるわけではないので、今カードで見えてるのは、その、星の動きっていうのはいつでも私たちが本当の自分に戻るための気づきを促してくれてるわけですけど、そのカードってちょっとね、もう一回思い出そうみたいな感じがあるんですけど、カードで見た時に今カップの5が出てるっていうのは、自分がその期待した分、なんか斜め上にずっと上がっていくかっていうと、そうではないよみたいな気持ちとか、さっき言ったみたいに行ったり来たりしながら進んでいくよということで、ご自身が想像している通りの物語が進んでいくわけではないよみたいな感じなんです。例えば、よくありがちな話ですけど、例えば運勢がいいからとか、今お金に縁がある時だから、このまますごくお金を稼いで、給料もアップして、このままうまくいくって思ってたら、そうじゃなかったみたいに、仕事を変わることになったとか、そう思ったほどお給料は上がらなかったとか、そういうちょっと違う話が来たとしても、でもそれって普通のことであって、その思い通りに行くことが全て正解ではないんですよね。その思い通りに行ってしまうと、それ以上のことってないけど、思い通りにいかないからこそ、それ以外のもっとすごい可能性の未来が待ってるかもしれないっていうことなんですよね。あの、なんかそんな風に流れはちゃんと導いてくれてるよみたいなメッセージがあります。でも自分の頭では、本当にこの道で合ってるのとか、これで大丈夫なのどうすればいいのっていう、なんか、自分が理解できる安心材料が欲しいって思うかもしれないんですけど、その全てのことに対して安心材料を確認しなくても、ちゃんと進んでますからね、みたいなメッセージだと思いました。やっぱり対策のところでソードの7とソードの10っていうのが出ていて、これはとても、理屈で納得しようとすると、一方では納得できるけど、一方では納得できないみたいな、矛盾が生じてしまうと。で、それを全部解消しなければ進めないのかっていうと、そうじゃないんだよね、みたいな感じがあるんです。で、今すでに感じている、さっき言った、いいことも悪いことも含めて、そういうことだったんだなって理解できるお医者さんがいるわけで、でも少し、あの、そんな風になんか広がった意識で自分を見れる時もあれば、やっぱりちゃんとしなくっちゃとか、答えが、対策をちゃんと打たなくちゃみたいに思うと、じゃあどうしたらいいんだろう、もっと解決策を教えてくださいとか、じゃあもっと自分は死ぬ気でやらなきゃいけないんじゃないかとか思うかもしれないんですけど、全然そこまで、自分を追い詰める必要はないんだよって言われてるんですね。やっぱりお医者さんが一番輝くというか、一番、うまくいく方法っていうのは、その豊かな感覚を自分で満たしてあげることだと思うんですね。あの、
自分が喜ぶことを自分に与えてあげることだと思うんですね。で、その喜びの中で考えたら、ああ、なんかわかんないけどうまくいってたわ、みたいな感じなんですけど、ものすごく自分もだし他者も納得するようなちゃんとした理由とかちゃんとした方法とか道筋っていうのを考えてると、いや、これが足りないとかあれが足りないみたいな感じになるなって思ったんです。なので、その、想像っていうのはすごく、なんていうかな、情報として、少し耳が痛いことを聞いたりとか、ストレスに感じやすいんですけれども、そういった波動を覆すほどの喜びの中にいてほしいんです、自分自身が。それが最初に言った、どうぞどうぞ喜びの波動にチューニング合わせてくださいねみたいな感じなんですよ。でもそのストレスフルな情報にチューニングすると、やっぱりもっとちゃんとしなくっちゃ対策をって思うけど、いや、もうすでにお医者さんは豊かな感覚ありますから、そっちに合わせてくださいって感じかな。ちょっと抽象的なことで申し訳ないです。ちょっとお仕事のこと見てみますね。特にね、その12月の1日以降は金星もいて座に入りますし、逆を言うと、11月末までっていうのはそのパートナーシップに関しても非常に恩恵がありますからね。水星逆行してるとはいえ、もう11月末で終わりますしね。なんか誤解してたなっていうその誤解が解けたりとか、今ある関係の中での豊かさって多分ふんだんに感じられると思いますよ。で、さらに11月22日以降っていうのは、見えないところでの恩恵がすごく広がる時なので、それも要するに見えないものなわけだから、自分がどれだけ評価されてるかとか、どれだけ自分が信頼されてるかって、自分のハートでしか感じられないですよね。証明できないですよね。なんかそんな感じです。見えないものや喜びを感じるセンサーを自分が忘れることがない、忘れなければ、ちゃんとなんかうまくいってるってわかるよ、みたいな感じがしました。ちょっと仕事見てみますね。ペンタクルスの9。運命の輪。ワンドのキングということで、とても素晴らしいですね。仕事っていう面でいくと、今与えられている仕事とか、やってらっしゃる、携わってらっしゃることっていうのは、本当に、自分の才能を生かしてるって感じがします。そして、ご自身でもそれを自覚されていると思いますが、でももっと何か改善できるんじゃないかとか、もっと飛躍できるんじゃないかみたいな思いから、どうすればもうちょっと良くなるんだろうって考えてはいるけれども、十分に自分がその仕事をして他者に与えている恩恵もあるし、思いやりもあるし、その他者からの評価もありますと。そしてその仕事を通してのチャンスがありますと言われてるんですね。これは運命の輪っていうのは本当にチャンスの扉が開くよっていうことなんですけど、なのでこれは今やってる仕事上であるかもしれないし、もしくは全く真っさらな状態で仕事のチャンスっていうのがあるかもしれません。いずれにしてもやっぱ仕事に関しては自信ですね。自信。自分が私もこれができるとか、私だからここまでできるみたいな、自己評価をしっかり持つことによって仕事うまくいく気がします。で、その自己評価っていうのは何を基準にするかって人それぞれですよね。売り上げをどれだけ上げてるから自己評価が高いとか、いや、それとも自分がどれだけ心を込めたかっていうことで自分はこんなにも仕事にちゃんと気持ちを込められたっていうことで評価するのかとか、そういうね、自分なりの評価で自信をつけておいてください。そうするとうまくいく感じがします。そして、人間関係見てみますね。人間関係。ペンタクルスの4。ワンドクイーン。忍者とペンタクルスページということで、人間関係、今星で見ると、特に11月中っていうのはすごく恩恵があります。そして11月22日以降っていうのは見えないところでの信頼感が増す時なんですね。なので直接どれだけの頻度で会ってるかとか、コミュニケーションを取ってるかっていうのは実はあんまり関係ないんですけれども、カードで見た時に少しお医者さんが
遠慮してるなって感じがします。あの、不安から遠慮してるわけじゃないんですよね。なんか自分のペースっていうものを守りたいがゆえに、他者よりも例えば自分を優先するように見えているとか、なんか誤解を受けることを、恐れているとか、そんな感じでしょうか。変に自分が何か無理してやったところで、それってしんどいから、無駄に動かないでおこうって思ってることが、相手に誤解をされてるんじゃないかなっていう心配につながってるっていうだけで、実際は全然誤解もされてなければ、むしろ、大下さんの価値が上がってるっていう感じなんですけどね。なので、カードのメッセージとしては、自分が誤解をされるとか、相手が離れていくんじゃないかみたいな、そういった恐れは必要ありませんっていうふうに言われてます。それはあくまでも自分の頭の中だけで繰り広げてる、不安なストーリーだけであって、カードが言われてるのは、いや、もっと自由でいいんですよと。もっと自分の喜びとか価値とかを信頼してくださいと言われています。そして大下さん自身が自分のやりたいことや、大事にしたいことっていうものをちゃんと自分で自覚してやってる以上、人は離れていきませんっていう感じなんですね。やっぱり自分が好きなことをやってる自分っていうのはすごく輝いてるし、自分で自分を認めてるエネルギーっていうのはとても魅力的なので、だからって離れていくっていうことはないよって感じです。そして中には、いや、私そこまで思ってできることがないんですっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、別に何か人に見せるための重大なこれっていうものがなくても、別に自分が喜ぶことだったら何でもいいわけですから、自分の中の情熱をもう一度掘り起こすというか、自分の好きだったこと、やりたかったことみたいなことを、もう一度自分に許可していくことによって、関係性っていうのは実は水面下で広がっていくとか、うまくいくっていう感じです。表面的な何かつながりとかっていうのはあんま関係ないなっていう感じがしました。なのでね、新しい人との出会いっていうよりも、なんか自分との関係性を、なんか見直させられてるみたいな感じがしますね。自分でどれだけ自分のことを信じてますかとか、どれだけ自分のことを許してますかとか、それによって他者との関係もすごく比例するような感じがしました。はい。どうでしょうかなんか、わかりましたっていう方は、いいねボタンやコメントで教えてください。そして、もう一枚ね、オラクルカード引いてみます。ちなみに11月30日の夜9時から YouTube ライブをする予定です。ここで、カペラノートの使い方説明もするんですけれども、Q&A にもお答えしていきますので、もし、タイミングが合う方いらっしゃいましたら、ぜひご参加お待ちしております。コメントもね、いただけると嬉しいです。では、ちなみにですが、9時45分からは、YouTube のメンバーシップの、Q&A をやるんですね。で、それは、メンバーシップの方々の、お悩みというか聞きたいことに答えていく、来年どうですかみたいな、ちょっと個人鑑定っぽくなると思うので、質問ある方はお寄せください。では、いきます。もう一枚。11月20日からの大志田さんの流れですね。これから、ラブ。いいですね。なんかヒーリングハートって心が癒されるんですかね。やっぱり自己需要ですかね。自分への愛情や他者への愛情って、比例しますので、なんか、とにかく、さっきの人間関係のところでも言われましたけど、大下さんは本当に、なんか自分らしくいるだけで愛されるって感じがしました。ぜひその感覚をね、大事に温めて、豊かな感覚でお過ごしください。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。